キの腕、魔女の宅急便の主人公の女の子、キキのこの腕が太いっていう話なんですね。で、ですね、これスタジオジブリによるですね、誰が書いたかわかりませんけども、いわゆる公式のやつですね。で、しかしアメリカで公開されたですね、魔女の宅急便のキキのイラスト。これディズニーのですね、クリエイターが描いたやつなんですよ。これを真似して描いてるんですけども、腕が細いのわかりますか？ですね、なんていうのかな。ちょっと細い女の子としてキキを描いてるんですね。ところが、ジブリ公式版を見てるとですね、このキキの腕が明らかにちょっと太い。もうちょっと後でわかるようなイラストを出します。で、ウォルト・ディズニー社っていうのはですね、スタジオジブリが作ったアニメの全ての配給権とビデオ化権っていうのを持っています。ということは、アメリカをはじめですね、世界中で日本以外で売るときにはですね、どのように宣伝するのかの、決定権持ってるわけですね。で、このパッケージ、これはVHS、アメリカで発売された VHS のイラストなんですけども、ジブリではなくてディズニー社のクリエイターが描いたんですけども、この当時のですね、打ち合わせ資料というのがほとんど残ってないんですよ。しかしこのスティーブン・アルバートさんという人が書いたですね、我が輩は外人であるというですね、スタジオジブリにアルバートさんがいた頃のですね、本にその時のですね、揉め事が書いてあります。で、その時にですね、ディズニー社から、このイラストが出てきた、このイラストね、元イラストが出たらしいんですよ。で、それに対して、交渉に行った鈴木敏夫はですね、何ですかこれはという質問をしたと。なんでキキは、左利きなんですか書いてあると。いや、そんなことないけど、なんでそう思うんだと。キキはいつも右手で絶対に、ほうきのスティックを持っていると。で、そうでなければ振り落とされてしまうからだと。で、あなたたちはなんでキキが空を飛ぶと思ってるんだと。ほうきで空を飛ぶというのをどう考えてるんだっていうと、ディズニー社は、いや、魔法だろ魔法。そんな難しく考えることないよ。魔法だよっていうふうに言われて、で、鈴木敏夫は我々のアニメをちゃんと見ていただきたいと。魔法というのはほうきにかかっているのであって、キキはその上に何とか体を乗せてるに過ぎないと。だからいつも両手でしっかり持ってるし、何かを片手で持たなきゃいけないときは絶対利き腕の右手で力を入れてると。だからキキの腕は膨らんでいると。力を入れてるからだと。で、風で吹き飛ばされそうになるときはわざわざうちの会社のユロ指定がキキの腕を白く塗っていると。それはつまり何かというと手が白くなるぐらいギュッと握ってるからだっていうふうに言ったんです。で、それがですね、ディズニー側になかなか伝わらない。魔法っていうのはファンタジーなものでって考えてみればそうなんですよ。アラジンも魔法の絨毯に乗るとき一番最初、危うそうにおーって乗るんですけど、その後はもう平気で乗っちゃうんですね。もうジャスミンと一緒に世界一周してるときも軽々と乗ってると。ディズニーというのは魔法をすごくうまく書くんですけど、魔法が作動しちゃったらあとは思い通りっていう風に、やっぱ子供向けという風に発想しちゃうんですね。しかし宮崎駿スタジオジブリっていうのは自分たちが作っているものがいつもファンから疑われると。だって空を飛ぶにしてもですね、例えばトトロがどんぐりを巻いたらですね、そこからどんどん芽が出て膨らんでいくのに関してもありえないことだからこそ、その描写に関してはリアリティを追求しなければ、見ている人は真面目に見てもくれないっていうことを知ってるんですね。そういうことを知り尽くしている日本のアニメの競争の中で生まれてきた作品なので、すごいリアリティをですね、求めるわけですね。で、なのでですね、ジブリが書いたものが太いっていうのはですね、もうちょっとわかるようにですね、本編の映像でチェックしてみましょう。これ魔女の宅急便のですね、本編で、魔法使いの先輩とキキが並んで飛んでいるシーンです。だいたいね、冒頭10分ぐらいのところなんですけども、先輩の方が腕が細くて、キキの方が腕が太いのわかりますか？で、これ何かっていうと、この先輩はほうきで飛ぶのに慣れてるからなんですね。ほうきで飛ぶのに慣れてるから、もう力が最小限でいいんですよ。だから腕にそんなに力が入らない。ところがキキは、この腕の関節から少し手首の方に下がったあたりに一番太いポイントがあると。先輩違うんですよ。二の腕のあたりが太くて、手首のあたりにくれてだんだん細くなってる。しかしキキは明らかにこの腕のですね、その関節近くのところに一番太いポイントがあると。これは何かっていうと、先輩に対してですね、キキが慣れてないからずっと握って緊張していると。
で、これこの後でですね、キキと先輩とは、お互いに近づいたり離れたりするシーンで、キキはですね、一回高度落ちちゃうんですね。つまり、魔力で飛ぶのがやっとだからですね、何かラジオを消すとかですね、その先輩に近づくっていうワンアクションの時に、一回必ず高度が落ちてしまって、それを上げながらいけなきゃいけない。ところがこの先輩はですね、この姿勢を保ったまま、スッと上に上昇することができるんですね。つまり何かをするときに魔力が薄れないわけです。こういうところでですね、その魔力っていうもののリアリティというものを出してますですね。だから魔女の宅急便もですね、後半になってもですね、キキが何かほうきで飛ぶときに他のことをしようとすると、必ず一回高度が落ちるという表現がついてる。この飛ぶことに対するこだわり、なんで魔法で飛べるのか、それはどんな代償を伴うのかっていうのをものすごい語ってるんですよ。これディズニーが鈴木敏夫の反論でやり直したバージョンなんですけど、おそらくね、最初のバージョンですね、左手握って右手振ってると思うんですよ。で、なんでかっていうと、ディズニーのアニメのポスターって大体ね、この片手で手振ってるとかサイン出してるのがやたら多いんですね。だから最初それにしようとして、鈴木敏夫にふざけんなと、左手だけで、ほうきを持ってて右手振るなんて、そんなことは危機にはできないっていうふうに言われたんだと思いますけどですね。まあそういうテンプレ的なイラストを描いたらですね、怒られたんだと思います。で、ここで終わればですね、ダメなディズニー、すごいジブリっていうですね、割といい話なんですけどもですね、僕、今回ですね、魔女の宅急便準備するにあって、魔女の宅急便通して2回ぐらい見たんですけども、案外ね、左手で握ってるシーンが多いんですよ、キキ。魔法のほうきに乗りながらですね、雨がいきなり降ってくるときに、キャーって言ってですね、思わず右手でかざしたりするシーンが多いんですけどもですね。なんか鈴木敏夫、ディズニー相手にはったりかましたなっていうふうに思いました。ただし、どういうふうにしようともやっぱり雨が降ったらやっぱコードがいきなり落ちるとかですね、そういうワンアクションはマジで、早尾は忘れてないのでですね、そこら辺は、確認してみてください。